雑学喫茶。同じ道東に属し、ほぼ同じ人口の帯広と釧路、しばしばこの2つはどちらが上か比較されることがあります。確かに人口は同じくらいなんだっけ？今回はこの2つの都市を比較します。本チャンネルでは北海道をもっと楽しめるようになれる情報をお届けします。興味のある方はぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。帯広と釧路。まず帯広と釧路の基本の部分について確認しましょう。帯広は1933年、釧路は1922年に施行された市です。歴史は釧路の方が長いんだね。じゃあ釧路の勝ちで決まり。決着をつけるにはまだ早すぎます。帯広と釧路の位置についても確認しましょう。共に道東に位置しますが、帯広の方が札幌に近い位置にあります。札幌からの距離は帯広は 195km、釧路は 320km と釧路の方が 1.6 倍ほど遠いです。札幌へのアクセスは帯広の方が良さそうだね。一方、本州へのアクセスは釧路の方が良さそうです。帯広、釧路ともに空港がありますが、帯広空港は羽田行きしか就航していません。一方、釧路空港は羽田以外に関空行きも就航しています。しかも関空行きはピーチなので安く乗れることも魅力的ですね。おお、安く飛行機に乗れるのはでかいね。ちなみに釧路空港は千歳空港と丘珠空港の便もあります。飛行機を使えば帯広からよりも早く札幌へ行くことができます。それはすごいね。でも飛行機だと高くなりそう。それが意外と飛行機でも安く移動することができるのです。飛行機の場合、通常料金は25,000円ほどかかります。 JR だと9,000円ほどなので2倍以上かかりますね。やっぱり飛行機は高いじゃん。しかし例えばアナのスーパーバリュー75割を使えば 9,000円ほどになります。75日以上前に予約しなければいけない制約はありますが、ほぼ JR と同じ値段です。 JR と同じ値段で飛行機乗れるのはすごいね。このように札幌に近い帯広よりも釧路の方が意外と都心へのアクセスが良い面があります。とは言っても気軽に札幌へアクセスするにはやはり帯広の方が有利です。さらに北海道第2の都市旭川までの距離も帯広の方が近いです。ここまでの情報だと帯広と釧路どっちが勝ってるかわからないな。では次は数字で比較をしてみましょう。人口。まずは人口の比較をしてみましょう。令和5年2月末時点では帯広の人口は約16万3000人でした。一方、釧路の人口は15万9000人と帯広より4000人ほど少ないです。結構僅差なんだね。はい、実際数年前までは釧路の方が人口が多かったです。じゃあ今後釧路が帯広を抜くこともありえるんじゃない？おそらくその可能性は低いでしょう。どうして？こちらは過去10年の帯広と釧路の人口を比較したものです。どちらも減少傾向ですが、釧路の方が急速に減少しています。本当だ、グラフの傾きが全然違うね。このグラフを見れば今後人口が逆転する可能性は低いことがわかるでしょう。なんで釧路は帯広に抜かれちゃったのかな？その理由の一つは基幹産業の衰退にあります。基幹産業。ここからは帯広釧路それぞれの基幹産業について見ていきましょう。帯広は主に農畜産業が基幹産業です。確かに牧場が多いイメージだね。帯広には日本一広大な牧場である内帯高原牧場もありますしね。雇用者数の3割、付加価値額の4割が農業や食品関係によって占められています。たくさんの人が農業関係で働いているんだね。小麦、豆類、酪農、畜産と大規模で機械化された農業を展開しているのが特徴です。雨が少なく寒暖差が大きい気候が生かされた農業を経営しています。特に十勝の酪農は飼育戸数、飼育頭数ともに北海道一を誇っています。2022年の農業出荷額は329億円で、これは過去2番目に多い数値でした。おお、好調だね。好調な帯広と比べ、釧路は少し厳しい状況のようです。釧路の基幹産業は鉄鋼業、製紙業、漁業でした。鉄鋼業はエネルギー政策の転換により次々と鉱山が閉鎖されていきました。また全国売上高2位を誇る日本製紙の工場も2021年に撤退しました。これにより主な基幹産業は漁業のみとなってしまいました。ありゃりゃ、3つあるうち2つがなくなっちゃったんだ。特に日本製紙の撤退の影響は105億円以上と大きなものでした。そんなに？そりゃ人口も減っちゃうね。漁業はどんな感じなの？水揚げ量は北海道で1位、全国でも2位を誇っています。全国でも2位、
それはすごいね。しかし過去には全国1位だった時期もありました。昭和44年から52年までの9年間は水揚げ量日本一でした。これはソ連やアラスカの近くまで行って魚を取る北洋漁業が盛んだったためです。日本一だったんだ。すごいね。しかし昭和52年に排他的経済水域が定められ、北洋漁業は一気に衰退してしまいました。これにより昭和53年には水揚げ量が減少して全国2位になってしまいました。あ、残念。しかし代わりに釧路の近海でイワシが大量に取れるようになりました。これにより翌年の昭和53年から13年間再び水揚げ量日本一になりました。おお、すごい。ところが平成4年になるとイワシが急に取れなくなってしまいました。それ以来釧路の水揚げ量は10から30万トンと低迷を続けています。前世紀の昭和62年の133万トンと比べると2割ほどに落ち込んでいます。そんなに減っちゃったんだ。漁業って不安定だね。以上のように帯広の農業は安定的に成長しているのに対し、釧路の漁業は低迷を続け回復の兆しが見えません。釧路の方が人口減少のスピードが激しいのは基幹産業の差にあったんだね。なんかここまで聞いてると帯広の方に軍配がある気がしてきた。経済面を見ると確かにそう思いますよね。しかし帯広も釧路も様々な魅力があり、どっちが勝っているとは決めがたいです。次は観光やグルメについて見ていきましょう。観光、グルメ。帯広の基幹産業は農畜産業で北海道の食糧基地とも言われています。そのため豊富なグルメや広大な牧場の景色を楽しむことができます。私は帯広の豚丼が好き。うな丼みたいに甘くて美味しいんだよね。豚丼は帯広を代表するグルメですからね。ご飯だけでなくスイーツも非常に豊富です。六花亭、龍月、クランベリーといった有名なメーカーの本社があります。とてもこの動画で全部紹介しきれる量ではありません。観光に行った時どれを選ぶか迷っちゃうね。また日本一広大な牧場内帯高原牧場をはじめ雄大な景色を楽しめます。ガーデン街道と呼ばれる花畑が点在しているエリアのドライブも人気ですね。北海道らしい景色が楽しめそうだね。手つかずの自然というよりは畑や牧場といった景色を楽しめるのが帯広ですね。逆に手つかずの自然を楽しみたい場合は釧路がおすすめです。なんといっても釧路湿原が有名ですね。確かラムサール条約にも登録されてるよね。世界三大夕日と呼ばれるほど夕日が美しく見えるため夕方にぜひ行きたいですね。周辺にはマリモで有名な阿寒湖や日本最大のカルデラ湖屈斜路湖などもあります。自然がどんどん破壊されてる世の中だからこういう観光地は貴重だね。グルメについては勝手丼、炉端焼き、釧路ラーメンが三大グルメと呼ばれていますね。やはり漁業が有名なので海産物を生かした料理となっています。以上のように同じ道東でも帯広と釧路は観光の楽しみ方が大きく違います。人間の手が入った自然やこだわりのスイーツを楽しみたいなら帯広だね。逆に大自然や海産物を楽しみたいなら釧路ですね。帯広は都会的な楽しみ方、釧路は自然的な楽しみ方ができますね。どっちも楽しそうだ。以上、帯広と釧路を見てきました。結局どっちが勝ったんだ。勝ち負けの基準を都会的かどうかで測るとするなら僅差ですが帯広の勝利でしょう。そもそもの基幹産業が農畜産業なので漁業よりもシステム化しやすいですしね。駅前もコンパクトにまとまっており都会感を感じることができます。釧路の駅前はどんどん寂れちゃってるよね。釧路は駅前より郊外の方が発展してますね。人が集まるエリアが駅前にないためあまり都会感を感じられないかもしれません。しかし釧路には釧路湿原をはじめ唯一無二の魅力があります。スイーツ作りは頑張れば真似できるけど大自然作りは頑張っても無理だもんね。また夏は涼しく冬は比較的暖かいため過ごしやすいのも魅力的です。どっちが上かわからないな。帯広と釧路で争うのではなく同じ道東として協力するのが良いのでしょうね。それぞれの得意分野を生かして協力し合えばもっと道東は魅力的になると思います。そうだね。帯広と釧路どっちも勝ち。